こんにちは、たかしです。本日は3月18日土曜日、週末ですので、来週20日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは日足からです。最近の日足は上髭、下髭がたくさん出た分かりにくい相場となっております。ここのところ上髭だったり下髭だったり、上がったら売られ、下がったら買われというそんな相場にはなってますね。ただ現在は GMMA の青帯も下抜けて、昨日、その前ですね、木曜日一度上昇したんですが、GMMA の青帯で上値を抑えられ、そこから金曜日は下落となってます。まだ木曜日のこの下髭ですね、この髭を超えられていないので、ここから下落するにはもう少し時間がかかるのかもしれませんけれども、一旦は上値を GMMA で抑えられたという事実がありますので、ここからは比較的大きく下落していくんじゃないかと考えます。現在は一旦はこのオレンジのトレンドライン、この辺ですね、木曜日の安値ぐらいを目指して下げてきて、そこでどうなるか、ここを下抜けるようであれば、一旦は緑のボックス 155.5 ぐらいを目指して下落してくると考えます。ストキャスティクスもデッドクロス、マックディに関しても弱いモメンタムを維持中というところで、やはりここからは上がったところを売っていくっていう、そういうスタンスですね。逆にこの GMMA の青帯を超えてきた場合、162円を明確に上抜けてくればそこからの上昇を狙えばいいのですが、今のところはここからの下落の方が優位性がありますし、インジケーターもそのように見えますので、上がったところを売っていくという、そのスタンスに尽きるのかなと考えてます。では4時間足です。4時間足では昨日 GMMA で綺麗にレジスタンスをされてそこからの下落となっております。ただやはり買い圧力も一定数入ってきてますので、下髭なども結構出てるんですが、しっかり上がったところを売っていくっていうので、まずはこのオレンジの平行チャンネル下限ぐらいまでを狙っていくのがいいと思います。木曜日に一度この平行チャンネルのセンターラインまで乗せてきたので、そこから GMMA を上抜ける可能性も考えたんですが、結果的にはこの GMMA というのはフィボナッチリトレースメントの 61.8% も重なっていました。そして過去の安値付近でもありましたので、ここは強めのレジスタンスとなってそこからの下落となっております。今はオレンジの平行チャンネルの下半分のところに入ってきてますので、基本的には上がったところを売っていく。で、平行チャンネルの下限まで。そしてストキャスティクスが今高値圏からデッドクロスしてきてます。前回のデッドクロスからの下落っていうのはかなり大きめの下落をしております。その前もそうですね、ここの下落っていうのも平行チャンネル上限からの大きな下落となっておりますので、今回もまだストキャスティクスはデッドクロス初動ですので、ここからまだ下げる余地はあると見てます。一旦もし上昇を狙うのであれば、ストキャスティクスが安値圏まで下がってくるのを待つですが、日足を見ていてもまだまだ下落する可能性が高いので、上昇を狙うのは、短期的なものがいいと思います。基本的には上がったところを売っていくというスタンスで、まずは平行チャンネル下限。平行チャンネル下限を割ってくれば、次はこの辺ぐらい、157円ぐらいまでを狙って取っていくという形ですね。で、先ほど言いましたように、ストキャスティクスが安値圏に入った時は、一旦の反発をしやすいポイントとはなってきますので、例えばストキャスティクスが安値圏に入ってきて、その時に平行チャンネルの下限ぐらい、159円付近のところにあれば、そこからの短めの反発上昇を狙うことも可能だとは思いますが、基本的には下落トレンド中ですので、反発の上昇っていうのはあまり優位性がありませんので、するのであれば短く、5分足とか15分足で短く狙っていくっていう、その程度ですね。では1時間足です。1時間足では木曜日に一度安値をつけて、そこからの上昇、そして直近の戻り高値を超えてきたんですが、今そこのこの上昇が否定されようとしています。ただ基本的には1時間足ではこのトレンド転換に向かいましたので、ある程度の買い圧力も入ってきてますので、やはり4時間足の下髭とか、1時間足もこの辺下髭出てますよねっていうのが表していると思うんです。ですので今はここからのこういう上昇ですね。こんな形の上昇を狙う人たちと、こんな形の下落を狙う人たちっていうのが今拮抗しているところです。ちょうど木曜日からの上昇の現在半値付近にありますので、この辺っていうのは意識されてきやすいんですね。ですので今ここでどうなるかですが、やはり日足を見ていると基本的には下落優位だと思いますので、このピンクのラインのイメージですね。ここからの下落を見ていきたい。もし一旦金曜日の高値ぐらいまで上昇してくれば、その辺っていうのは再びここで一度ダブルトップからの下落をしてますので、強
強く意識されてくるところだと思いますので、その辺に来たところ引き付けてのショートエントリーっていうのがすごくエッジが効いているポイントだとも考えますので、その辺を狙っていくのがいいのか。そして1時間足の GMMA に上値を抑えられているようにも見えますので、ここからの下落になるのか、一度上昇してからの下落になるのか。で、冒頭にも言いましたが、162円、この木曜日、金曜日の高値ですね。そこを上抜けてくれば上に上がっていくと思いますが、今のところは下落優位ですので、162円付近まで上がってくれば絶好の売り場になると考えております。月曜日初動はここから一度上昇する可能性、もしくはここで揉み合ってそこからの続落の可能性っていうのを考えておくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。本日は今日の午後から更新予定です。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。